この幸せ波動がねバンバン来てるので、皆さんにも送りますね。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は先週末、神奈川県の江ノ島神社に行った時にある不思議な体験をしたことについてお話ししたいと思います。またいつもお世話になっている皆さんに龍神様のパワーをお裾分けしたいと思います。このチャンネルでは宇宙法則や潜在意識、波動、神社参拝など幸せになるためのスピリチュアルについて分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もやっていますのでフォローよろしくお願いいたします。では今回は龍神様に呼ばれて江ノ島神社に行ったら不思議な体験をした話をしたいと思います。何個か前の動画で今大変な人は龍のお試し期間なんですよってお話しして、で最近江ノ島神社に呼ばれてる気がするんですよねって言ってましたよね。で先週末動画を出してからね、すぐに準備をして早速行ってまいりました。龍神様はすぐにやる人、スピーディーに行動する人が好きなので行ってきましたよ、ちゃんと。それで一泊旅行だったんで温泉に入ってねのんびりしたり、あと江ノ島水族館に行ったりで美味しいねお魚料理を食べたりして、でインスタとかね X に写真をね載せたりしていたんですけど、皆さん見ていただけましたか？旅をね楽しみながら波動を上げつつ、でメインの神社参拝の方もしっかりしてきました。まずは簡単に江ノ島神社についてご紹介しておきますね。江ノ島神社は神奈川県藤沢市の江ノ島にある神社です。御祭神は天照大神がスサノオノミコトと誓約を交わされた時に剣から生まれた三姉妹の女神様です。それぞれ島内の3カ所の社殿に分かれて祀られており、たくさんの階段を上がり下りしながら順に参拝していきます。でエスカーっていうね上り専用のエスカレーターもあります。で一番下から辺津宮の多木津姫の御事で、真ん中が中津宮の市来島姫の御事で、最後は奥津宮の田切姫の御事となっており、海の守護神とされています。女神様ということでね、珍しい美白とかね美肌用のお守りなんかも売っていましたよ。女神様のね美容のご利益がいただけるそうです。また江ノ島にはね龍の伝説が多数あります。5つの頭を持つ五頭竜が災害を起こしたり田畑を荒らしたりして大暴れしていたんですが、江ノ島に舞い降りた美しい弁財天様にね一目惚れをしちゃったそうです。で龍は結婚を申し込んだんですが断られてしまいます。暴れん坊でしたからね。でこれを機に龍は悪行を悔い改め、でようやく弁財天様の許しを得て無事に結婚できたと言われています。なんかねこの龍神様がいじらしくて可愛いですよね。で江ノ島弁財天として信仰を集め、海の神、水の神として、でまた幸せや豊かさ、芸事や音楽上達のね功徳を持つ神様として今日まで仰がれてきました。で厳島神社や竹生島神社と並んで日本三大弁天の一つと言われています。私ね弁天様ともすごくご縁があるんですよね。で関東では他にも箱根神社とか九頭龍神社などの龍神系のね有名な神社がいくつもあります。でそちらもね私は参拝したことがあるんですけど、私の場合はね特にこの江ノ島神社で初めて龍神様の存在を感じることができたんですね。ですのですごく思い入れのある神社なんです。でその時にはねもう離婚をして新しい人生が始まっていたんですけど、江ノ島神社の参拝をきっかけにねスピーディーに人生が展開していって、で記者から占い師に転向して、でそして今の YouTube の活動へとねつながってきているなって感じています。実はね江ノ島神社に行くのは今回が3回目なんですね。で最初に行ったのはもう 3,4 年前になりますかね。ですからだいたい年に一度は参拝していることになります。でその前からねスピリチュアル界に龍ブームって来てたんですけど、私自身はね正直なところその頃ってねなんかいまいちピンと来てなかったんですよ。で私ね母譲りの直感体質でいろんなものをね感じるんですけど、クレアコグニザンスっていう分かるとか感じる系なんですね。
ですので肉眼ではっきり見えるとか音とかね声が聞こえるっていうわけではあんまりないんですよね。ですからなんかね竜って言ってもよくわかんないなって思ってたんですね。天使は好きだったんですけどね。ですがその4年前ぐらいにね初めて江島神社に参拝して急にね竜の存在を身近に感じるようになりました。なんていうか人生がね本来あるべき軌道に乗ってで半ばねもう強制的なぐらいにね強引な力で勢いよく運ばれていくような感覚になったんですね。で私の場合はねその後引っ越しをしたり仕事が変わったりあと人とのねご縁に恵まれたりして本当になんか人生っていうかね生活がガラッと変わったんです。皆さんもね興味のある方はぜひ江島神社参拝してみてください。はい、ということでお待たせいたしました。ここからようやく本題に入るんですけど、先ほどご紹介した3人目のね女神様田切姫の命をお祭りした奥津宮の隣にね龍宮と書いて和田津宮というお宮があります。ここはね名前の通りまさに龍神様が祀られているんですけど、入り口にあるねこの龍の像がものすごいインパクトでしょ。間近でね下から仰ぎ見るとねすごい迫力なんですよ。ここで今回私はある不思議な体験をしたんです。参拝したのは3連休前の木曜日で平日だったんですね。でこの龍のある和田津宮がね奥まで入れなくなってたんですよ。で入り口にね柵が降りていて中まで入らずにね手前でお参りするようになっていました。でもねお賽銭箱もあって柵の間からもね中が見えるのでいっかと思ってで手前でお参りしたんですね。でそしてねこのお宮のすぐ裏側にもね小さなお社があるんですね。でここがね知る人ぞ知るパワースポットでそちらも参拝しました。で江島神社参拝はね初日だけの予定だったんですね。で次の日はすぐ水族館などねもう観光する予定だったんですけど旅館に一泊してね翌朝のことです。朝起きたらねまたどうしてもね今日も参拝に来なさいってね言われてるような気がしたんですね。で初日はねエスカレーターを使って上まで上がってでも帰りはね岩屋っていう洞窟にも行ったのでたくさん歩いたしねもう階段の上りよりも多くて結構大変で疲れたんですよね。帰りは船があるので当てにしてたんですけど平日だったせいか運休してたんですよ。でね結局ねその今降りてきた階段をまた登ってね元の場所に戻らないといけなくなってめちゃくちゃ大変だったんですね。もうね部活かっていうぐらいしんどくってもう膝とか腰がねもうガタガタでもう本当に限界レベルだったんですね。でこんな感じで前日がねめちゃくちゃハードだったので足がね本当に筋肉痛だったんですね。でそれなのに2日目もねまた来いって言われてでそれもねエスカレーターを使わずに来なさいって言われちゃったんですよ。なんかねメッセージがねポンってくる感じなんですね。でねもうって思ったんですけどもうしょうがないなと思ってはいはいわかりましたじゃあ行きますって言ってねもうヒーヒー言いながらねもう階段をね上まで上がったんですね。で江島神社ね行ったことのある方ならわかると思うんですけどここをね2日連続で参拝するってねもうめちゃくちゃ大変なんですよ。でただでさえね神社ってどこもね階段多すぎ問題があるじゃないですか。でもこの龍神系の神社ってねなんかねめちゃくちゃ道がね遠かったりもうアップダウンが激しかったり急な階段がずっと続いていたりしてねもう特にスパルタだと思いませんか。ヒーヒーってね階段を上がりながらこの和田津宮にねたどり着いてみたらなんと昨日はね降りていた柵がしっかり上がっていて中まで入れたんです。でそれを見た時にねだからかってもう今日は中まで入れるから来いって呼ばれたんだなって分かったんですよ。でね中で参拝をしてからまたね裏側へ回って小さなお社にも手を合わせてねで拝殿の裏のね石の壁に向かってまた手を合わせました。するとね頭の先からエネルギーがバーって入ってきてで体の中をねズバーッと通ってね足の先に抜けていってなんかぐるぐるとね体の中を循環し始めたんですね。なんか一瞬でねグラウンディングとセンタリングがね一度にできちゃったような感じがしました。でするとね頭の上もう高いところがね青空をバックにして小さくて白くてね
細い蛇みたいな竜のね赤ちゃんがねこうピョーンって飛び出してきて、私の頭の中にピルピルって入っていったんですよ。初めてね竜のビジョンがはっきりと見えたんです。青空をバックにしてね、もう白い色がはっきりと分かりました。でこれはね肉眼で見たっていうよりも、なんかこの脳のねスクリーンにね、第三の目にね映し出されているような感じっていうんですかね。で体がねブルブルっとして、でこの第三の目、脳のね消化体の部分がねツーンとなって、で目の前がねチカチカって光ったんです。で私ねサイキックの感覚がね冴えてる時によくこういう感じになるんですね。で私の成長とともにねこの竜は育つから大きく育ててみなさいっていうねメッセージが入ってきたんです。で呼ばれてたのはね、このためだったんだなって分かりました。実はねこれって皆さんにも言えることで、私たちは今ね自分の中の子供の竜を育てている、つまりね新しい自分を育ててるんですよね。古い観念とか不要なものをねどんどん手放していって、で新しい意識の世界へね移行するために、生まれ変わろう、再生しようとしているところなんですね。で今回はそれをビジョンとしてね見せられて、でみんなにも伝えなさいっていうね役割をいただいたような気がしました。で参拝を終えて海側へと階段を降りていったら、昨日は運休していたね船が運航してたんですよ。やったーと思ってね、今度は楽に帰れるぞと思って、もう思わず拍手しちゃいました。昨日のように階段を使って元に戻るんじゃなくて、楽に船でね戻ることができました。さらに岸に着くとね、相模湾のクルーズ船がねたまたまついていて、で誰も順番待ちがいなくて、ですぐ乗れますよって声をかけてもらったので、早速乗ってみました。相模湾をね10分ぐらい遊覧する船なんですけど、さっきまでね雲に隠れていた富士山がねちらっと姿を見せてくれて、で上にはね流雲が細く出ていました。とってもいいお天気で、もう気持ちいい風が吹いていてね、本当にもう最高でした。こんな感じでたくさんのいい運気と龍神様のパワーを吸収してきたので、皆さんにもお裾分けをしたくてこの動画を作ってみました。この動画をね見ただけでも海のパワーとかね龍神様のエナジーがね充電されると思うので、皆さんにもきっといいことがあると思います。私はねこの動画を作っている最中に、年の離れたいとこからね結婚が決まったっていう報告を受けたんですよ。おめでたい波動、この幸せ波動がねバンバン来てるので、皆さんにも送りますね。はい、送りますよ。動画のね社殿のところとか、あと竜の像のところなどねピンとくるところで動画を一旦停止してねお願い事をしてみるのもいいと思います。皆さんにも竜のパワーが届きますように。はい、いかがだったでしょうか。今回は江ノ島神社参拝で起こった不思議な出来事というお話でした。また今後もね時々竜とか不思議な体験についてお話ししていきますね。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。